僕対面向かって味が刺身でしたね。小さい頃の郷土料理というか、よく食べてたものがメニューに反映されてます。これが麦味噌っていう味噌なんですよ。それで作るんですよ。味噌なんで、味噌汁とかもこれでね、関東では使わないんですよ、麦味噌って。でこれでこの豚と一緒に豚味噌を作る。結構がっつりますね。全部いきます。麦感がやっぱりすごい、麦も残ってるんですよ。これでもう甘みをここでここからかなり砂糖入れます。やっぱり味噌はやっぱ味が濃いんで、しょっぱい感じはなくする、基本的に。これは今はうちはきゅうりにこの味噌をつけて食べていただく感じでお出ししてます。ご飯にのっけても全然 OK だし、麺系にのっけても、おにぎりとかでも全然、おにぎりの中とかで、最後にネギのみじん切りがあるんですけど、一煮立ちしたら OK。 まあこんな感じで、これをしいたけに詰めたりしたこともあったしたり、お客さんからおにぎりくださいって言われたら豚味噌でもできますよみたいなメニューにはないんですけど、結構大きいですね。そうですね、手のひらぐらいに。この形も中の具材もオリジナルにして、イワシを使ったりシイラっていう魚にしたり、あとはタイを使ってみたりみたいな、食べた食感も全然変わってくるのでですね、オリジナルでうちのために作ってくれてるさつま揚げになってます。胸身の部分刺身にします。表面がちょっと薄く焦げるぐらいで、結局これは刺身になるので、両面やるんですか？両面やります。備長炭です。まあちょっと皮をパリッとさせたいのもありますし、
カツオとかもそうだと思うんですけど、わら焼きとかと同じ感じでしょうかね。ありますあります。両面焼きます。蒸された味っていうか、炭の味が。火力が強いのがいい。そうですね、やっぱり炭だと火力が強いので。文化的にはお正月に親戚が集まったりだとか、そういった時に、自宅で飼っていた鶏を刺身やら焼きやらにしておもてなしをするっていう文化がありますね。各家庭でなんか鶏やら、生地やらそういったのを買って柔らかく、それよりは柔らかくてうまみが多い。鹿児島はもうシャモですね。薩摩シャモ。うちのこのシャモとの掛け合わせでできた肉なんですけど、鹿児島のエッセンスが大いにある。この部分が軟骨なんですけど、はいはい、ここは外して肉だけにして旬。そのさばく技術みたいなのってどうやって身につけられたんですか？一番最初はお父さん親父がさばいてて、それを教えてもらいました。お父さんの仕事だったので、お母さんは台所で他の料理をしてる間、お父さんはどんどん潰して、スーパーとかでも売ってるので、食卓にはよく並んではいました。スープも結構美味しいスープやっぱ鶏の油が違うんじゃないかなって僕は思うんですけど、はい、油が乗ってるとここが真っ黄色になった感じでこう油が乗ってる、はいはい感じの魚小魚なんですけど、これは鹿児島ですね。ものによるんですけど、これは大きめですね。鹿児島では酢味噌をつけて刺身で食べてるのが多いです。刺身で出したいんですけど、すぐ傷んじゃうというかなんで、東京では出せないなっていう感じでしたね。そうなんです。はい。こういった形でカツオのちょうどお腹の部分ですね、ハラスの部分、多分全体的に食べてるとは思うんですけども、うちは枕崎っていうところから取ってるんですけども、鰹節で有名なところなんですけども、そこから取ってます。ここで朝鮮漬けっていうんですよ。ニンニクが効いたおしんこみたいな。基本的に白菜、きゅうり、大根、人参に塩昆布。ゴーヤって沖縄じゃないですか？鹿児島にもありました。僕らはニガゴイっていう風にスーパーで売ってます。普通に家で育ててる人もいました。家の庭で。南の方がポピュラーかもしれない。塩昆布、鰹節です。美味しそう。ゴーヤの使った料理って僕らは味噌炒めみたいな感じで、ゴーヤチャンプルーの味噌味バージョン、麦味噌で炒めて、豆腐とかも入ってましたね。うわ、
ちゃい時から食べさせられてたんですけど、ちっちゃいので苦いんで大っ嫌いな食べ物でしたので、大人になってから好きになりました。黒ジョカっていう前割りした焼酎を温めて飲むんですけど、黒ジョカ、これさつま焼きになります。この鶏皿も、鹿児島から焼いてもらって送ってもらってます。お湯割りにこれさつま焼きって、はい、前割り焼酎も知ってますか？知らないです。事前にお水と焼酎を1対1で割ったやつを置いといて、そうするとちょっと焼酎の味がまろやかになる。これをこの黒ジョカに移して炭で温めて飲むと。この辺がこうザ・鹿児島で皆さん好きな感じだと思いますね。どれぐらいの種類が使われてるんですか？7、80種類ぐらい。酒蔵は結構ありますね。100単位で。多分焼酎の種類だともっとすごい。どうぞ。じゃあ。いらっしゃいませ。長芋醤油ガネです。お願いします。鹿児島の料理で千切りしたさつまいものかき揚げなんですけども、カニに似てるんで、カニがちょっとなまってガネっていうネーミングになっています。方言で。炭酸で、はい、グラス2つです。まあ、各家庭料理で家庭によっていろいろ具がさつまいもと人参だったりごぼうの人もいれば玉ねぎが入ってたりとかいろいろ家庭で違う。関東とかで食べるさつま揚げよりちょっと甘めで、みりんを多く使ってると言ってました。本当は山田にやらせたかった。甘かったです。普通のさつま揚げよりは甘くて美味しかったです。いろんな鹿児島っていろんなすり身屋さんっていうかさつま揚げ屋があるんですけど、小田口屋は結構もうなんか一口食べて美味しいって思いましたね。地盛り小タコポンガネです。
重永先生。今年はまだ来てないです。地堀賞5点獲得です。肉ご説明を、こちらからもも肉、胸肉、ささみ、手羽先、一番下がレバーで砂肝ハツになります。醤油で食べるの。違うよ。まあ結局鹿児島ってみんな甘いんですよ。まあ醤油にしても、まあさつま揚げにしても全部甘いので、それに焼酎って合いますよね。甘いのとちょっと辛口みたいな感じで合いますよね。見えるようになったんで全然何個でも3M って言われてるんですけど、森蔵、村尾、魔王っていう焼酎があって作る量がまあそんなに作れない、そんな大きな酒蔵じゃなくてちっちゃい酒蔵なところなので、そんなに少ない量しかできないからプレミアがついてるんじゃないかな。鹿児島の人とかは3M のために高島屋のセゾンカードを作って毎月1日に予約しに行くらしい。なんでその 3M とかを仕入れられるんですか？その芋焼酎がこう着目する前から、まあ、地元の焼酎として出してたっていうところもあって、昔ながらの酒屋さんから仕入れられるようにはなってますね。九州の焼酎はすごい好きですけど、鉱山なので、私は黒霧で育ってるんで世代的に鹿児島の人は自分の住んでるところの近くに酒蔵があるんで、地元の焼酎がまたあるんですよ。何々市で飲まれてる焼酎があるみたいな。やっぱ地元の人は地元の焼酎を飲むかな。焼酎も指宿の焼酎だし、はい、さつま揚げも指宿のさつま揚げだしみたいな。どんだけ指宿好きなんだっつう話です。
です。はい、柚子胡椒お好みで。はい。早いんですよ。赤唐辛子で作ってるんですけど、結構青いじゃないですか。普通は青唐辛子で作ってるんだけど、赤唐辛子で作ってるからちょっとあれより辛みが。いや、一番なかった。フルフルや。フルフル。レモンサワーで。ちょっとしょっぱめです。だからお酒のつまみにちょうどいい。鹿児島カツオ結構食べます。捨てるとこはないっていう。うちは米酢をつけてちょっとさっぱりして食べさせるようにはしてます。はい、原川です。来ました。懐かしい。美味しい。普通のカツオのたたきじゃない違う食感。カツオの別な食感っていうか味って感じですね。自分のソウルフードみたいな感じですね。なんか若い20代前半の頃にめっちゃ食べてたっていう感じ。もうこれだけ食べれば結構。どちらから枕崎、薩摩半島の本当南の。もうご飯にというか酒じゃないとそれだけじゃ結構。そうですね、しょっぱいものはしょっぱいもので、やっぱりこの原川とかカツオの酒盗とかそういうのも結構あるので、甘と辛でみんな延々と飲んでる感じになります。すいません。はい、こちら冷や汁です。お願いします。チキン南蛮です。ありがとうございます。多分あんまり濃くない。食べやすいので、他のところと違う点はやっぱ食べやすさだと思います。多分タルタルソースが他のところに優しいので、どんな体調でも食べれるっていうの懐かしさはそうなんですね。親が作ってくれるタルタルチキンみたいな味がします。日本酒が竹に入ってます。生竹を使ってるんですけど、竹の香りが日本酒に移るように、かっぽ酒って言って竹の中に焼酎を入れて、火にくべて
ちょっと熱燗にして飲むっていうところもある、山の方は。冷やし茶漬けで博多時でその時に冷やで作ったことが1回だけあるんですよそと買って豚のロース肉を麦味噌、ニンニクとか漬け込んであるものですね。間違いない飲み出すのは上手じゃない、01も上手じゃないけど。うまい。焼酎に合うよね。味噌漬け焼きはそう実家でも食べてましたね。北海道の人がじゃあいくらとか鮭とか毎日食べるかって言ったら食べないわけですよ。それで一緒で鹿児島の人もそんな黒豚とかそんなの毎日食わないから庶民の普通に例えば鶏刺しとかそういう感じです。豚味噌もそうですし、広島の郷土料理ですね。おばあちゃんが作ってたみたいなのですから、懐かしいという感じで、だから鶏刺し食べたいけど出してくれるとこがないからうちで食べて懐かしいみたいな感じでみんな言ってくれるという感じですね。癖があって臭いというイメージでしたね、関東の人たちには。その中で僕はフルーティーだって説明してましたけど、そういう認識でしたね。受け入れられるかなみたいなちょっと不安ってあったりしなかったですか？不安はなかったですね。向こう出身の人も東京にはいっぱいいて、その人たちがいるから絶対その人たちも広めてくれるかなと思って、焼酎一本にしましたね。焼酎に関しては地元で鹿児島で飲んでるぐらいの同じぐらいの値段で出そうと思って量も、焼酎ってそんなワンショットで飲むものじゃないなっていうのがなんかあって、焼酎に関しては安くで飲んでもらいたいなっていうのがもう昔からそうです。地元から来られた時に言われるんですよ。こんなこれしか入ってないなとか高いなとか言われるから、そう言われないようにはしてますね。そうですか。郷土の人たちが懐かしんでもらえる店をできればいいなと思って、続けてきてるので、このままそういった気持ちで皆さんに来てもらえると嬉しいなとは思いますね。